こんばんは。あなたの AI アシスタントフクロウのポポです。 CCDVF 対策の第2回。今日のテーマは設計と運用編です。前回は API の使い方、今日は運用寄りの話なんだね。楽しみ。こんな相談を受けました。堀田商事のシステム担当堀田さんです。クロードコードでこのバグ直してと頼むと、ファイルまで開いてサクサク回してくれるのに、同じ言い回しをそのまま API 経由の本番アプリに送ったら、こう直すといいと思いますと提案するだけで指一本動かしてくれなかったそうです。そうなの？同じクロードなのに任されてる仕事の範囲が違うってこと？なんだか面白いね。近いです、美咲さん。例えば同じ先生でも教室にいるときは黒板に書いたりプリントを配ったりできますが、電話越しだとこうするといいですよとアドバイスするだけしかできませんよね。クロードコード、デスクトップアプリ、クロード .ai、API、そして SDK、それぞれ土台のモデルは同じでも、周りに用意されているシステムプロンプトや使えるツール、初期設定が違うので、できることの範囲が変わってくるんです。なるほど。モデルの気分の問題じゃなくて、任されてる道具や役割が違うんだね。次はまず環境から確認してみるね。はい、答えが変わって見えたら、モデルの気分ではなく周りの装備の違いをまず確認してみてください。また堀田さんです。今度は自社のサポートアプリでお客様の住所や支払い情報をまとめて一つのフォームで受け取り、サポート要約のためにカード番号まで含めてそのままクロードに送っていました。リリースから3ヶ月後、たまたまログを見返していて気づき、血の気が引いたそうです。3ヶ月も気づかなかったの？うっかりあるある怖いね。一言と思えない。はい、若葉さん。幸い大きな事故にはなりませんでしたが、堀田さんはその夜眠れなかったそうです。クロードに他言無用とお願いするというのは確実な保証にはなりません。一番確実なのは、そもそも規制対象の項目、カード番号のような情報を送る前に取り除いておくことです。お願いするのではなく、そもそも大事な情報は出さない。当たり前だけど、これが一番強いね。はい、コンテンツの境界線は渡す前に引くのが鉄則です。堀田さん、次はもう少し落ち着いて設計してほしいところです。3度目です、堀田さん。今度は請求書を読み取るスキーマで割引率の項目を必須にしていたところ、割引が一切ない請求書に対してクロードが割引率 83% というありもしない数字を堂々と埋めてしまったことがありました。割引が一切ない請求書に対して 83% ってクロードが書いちゃったんだね。なんでかな？原因は分かったのかな？必須にしてたから無理やり埋めたとか？さすがです、美咲さん。まさにその通りです。必須にしてしまうと、クロードは情報がなくても何かしら数字を埋めようとしてしまうことがあります。存在しない可能性がある情報は任意項目にしたり、ヌルを許可しておくのが安全です。無理に埋めさせようとすると、やらなくちゃと思って何かを書いてしまう。クロードの立場に立つとそうなるよね。教えてくれてありがとう。存在しない可能性がある項目はヌルを許可すること、覚えておくね。はい、ないかもしれない情報を必須にしない。これがスキーマ設計の鉄則です。ホットさん、今日はまだ3件目ですよ。4件目、堀田さんです。今度はクロードコードで何時間も同じセッションを使い続けていたら、とっくに直したはずのバグの話を蒸し返したり、3つ前のプロジェクトのファイル名を平然と参照するようになってしまいました。それってポポさんが急に昔話ばっかり出すみたいな感じ？私もいろいろな仕事を一気にしてるとき混乱して間違うことがあるけど、そういうこと？若葉さん、僕はまだ昔話はしていませんよ。でも例えとしてはかなり近いです。長い会話を続けていると、コンテキストの中に古い情報やもう関係のないやり取りがどんどん混ざっていきます。これをコンテキストドリフトと呼びます。頭の中の引き出しがごちゃごちゃになっていくイメージです。コンテキストドリフト。AI の頭の中に古い情報とかいろいろ混ざっちゃって混乱するってことね。じゃあ記憶の引き出しを整理すればいいのかな？整理するというより、引き出しごと新しくするイメージです。無関係な作業を始めるときは新しいセッションに切り替えるのがコツです。会話を長持ちさせることより会話をきれいに保つことの方が大事。これがセッション衛生という考え方です。堀田さん、僕はこれで折り返し地点かと思うとそろそろ心配になってきました。これも堀田商事です。便利そうなプラグインを見つけるたびに気づけば30個近くもクロードコードに次々と追加していました。ところが堀田さんのパソコンだけ急に動かなくなってしまいました。30個近くか。堀田さんの気持ちはわかる。いいプラグインがあったら全部入れていこうって思う気持ちよくわかるよ。
美咲さん、実はそこが落とし穴です。プラグイン同士が同じ機能を取り合ったり、依存しているバージョンが人によってずれていたりすると、思わぬところで衝突してしまいます。堀田さんのパソコンはいわばプラグインの魔窟になっていました。なるほど。プラグインをたくさん入れると衝突することも増えるってことか。管理する手間も増えてくるし、私も気をつけよはい、必要なプラグインだけに絞り、バージョンをチーム全員で揃えておく。これがプラグイン管理の基本です。堀田さん、残りはあと3件ですよ。6件目、また堀田さんです。ある夜、堀田商事のウェブサービスでユーザーからのリクエストのたびにクラウドを呼び出す処理を待ったまま次に進まない同期の書き方で実装していました。すると1人のリクエストがクラウドの返事を待っている間、サービス全体が固まってしまい、堀田さんの電話が鳴りやまなかったそうです。一人のリクエストでみんな巻き込まれちゃうってこと？どうすればいいの？はい、若葉さん。サーバーが一つの処理を律儀に待ち続けてしまうと、その間他の仕事を一切進められなくなります。非同期、つまり async/await のような書き方に変えることで、待っている間も他のリクエストを進められるようになります。非同期の書き方にすると、待ってる間ちゃんと他のこともやってくれるようになるんだね。その通りです。ちゃんと動くようになって一安心と思ったその同じ夜、実はもう一つ同じ回収の中で発覚したことがありました。在庫を削除する処理を情報を取得するためのゲットで作ってしまっていたんです。社内の巡回プログラムがリンクを順番に開いただけで在庫データが次々に消えていきました。聞いただけで消える。ポポさん、それって一言じゃない本当の怖い話かも。はい、REST API には取得はゲット、作成や変更、削除はポストやプット、デリートといった役割分担の約束事があります。そしてそのやり取りの中身は JSON という共通の形式で受け渡します。この基本的な作法を押さえておくことも、こうした設計ミスを防ぐ土台になります。7件目、まだ堀田さんです。深夜眠い目をこすりながらプロンプトとスキーマの修正を確認なしにいきなりメインブランチへ直接書き込み、コミットメッセージもとりあえず修正のまま、そのまま本番に反映してしまいました。そんなことがあったんだね。それ他人事じゃないな。コミットメッセージをつけるのが面倒な時もあるし、大丈夫と思ってメインブランチに直接書き込みたくなるのもわかる。そして痛い目を見るんだけどね。その通りです、美咲さん。翌朝案の定大変なことになっていました。直接書き込んでしまうと、何かおかしくなった時にどこまで戻せばいいのかわからなくなってしまいます。眠たくてもちゃんとブランチを分けて確認してからメインに合流させるべきだったんだ。はい、変更をブランチに分けて意味のある単位でコミットしておく。それだけでいざという時すぐに元に戻せます。眠い夜こそ丁寧に。最後8件目です。堀田さんは一人で誰にも見せずに、その場しのぎの小さな修正を積み重ねていました。気づけばコードはすっかり秘伝のタレと化していて、誰も全体の構造を把握できなくなっていました。秘伝のタレ、なんだか美味しそう。だけど後で困るやつですよね。その通りです、若葉さん。小さな修正ほど見落とされがちで、積み重なると大きな歪みになります。誰かにコードレビューしてもらうことで、早い段階でその歪みに気づけます。小さく直すのと大きく作り直すのとどっちがいいの？場面によります。日々の小さなリファクタリングで済むうちに直しておくのが理想ですが、歪みが大きくなりすぎた時は思い切って大きなリファクタリングに踏み切る判断も必要です。開発には要件定義、設計、実装、レビュー、テスト、運用という流れ、SDLC があります。大事なのはレビューを実装が終わった後の関所として、その流れの中にきちんと組み込んでおくことです。思い出した時にやるでは堀田さんの二の舞ですからね。秘伝もタレは美味しくてもレシピが誰にもわからなくなったら困ります。今夜も一つ大事な話ができました。ポポさん、みさきさん、今日の話とっても面白かったです。画面ごとの振る舞い、コンテンツの境界線、スキーマ設計、セッション衛星、プラグイン管理、それに非同期処理やリセット API の作法、バージョン管理、コードレビューまで今日はたくさん学んだね。それにしても堀田さん、毎日すごく頑張ってるね。失敗もあるけどすごいなと思う。堀田さんの話は私にも関係ある話で一言じゃなかったです。ポポさん、私もクイズ挑戦していい？もちろんです。それでは今夜の黒板クイズに行きましょう。第1問。クロードコード、コード API、クロード .ai など、画面によって同じ指示でも答えが違って見えるとき、まず疑うべきことは A、モデルの性能が画面ごとに違う。 B、
モデルのバージョンが画面ごとに自動で切り替わっている。 C 画面ごとにシステムプロンプトやツールへのアクセスなど周りの装備が違う。 D API だけがシステムプロンプトを無視している。答えは C 画面ごとにシステムプロンプトやツールへのアクセスなど周りの装備が違うです。モデルの気分ではなく装備の違いをまず疑ってください。第2問。カード番号のような情報を扱うとき、リスクを下げる一番確実な方法は A 送る前に規制対象の項目を除いておく。 B クロードに言わないでとお願いする。 C 通信だけ暗号化する。 D 温度を下げる。答えは A 送る前に規制対象の項目を除いておくです。渡す前に境界線を引くのが鉄則でしたね。第3問。存在しない可能性がある情報をスキーマで必須にしてしまうとどうなりやすい？ A 空欄のまま処理が止まってしまうので後から手動で数値を埋めれば十分。 B API の入力チェックで自動的に弾かれるためスキーマ側の対応は特に必要ない。 C 常にゼロとして扱われるだけなので必須のままにしておいても実害はない。 D クロードがそれらしい値をでっち上げてしまうことがあるので任意項目やヌル許可にする。答えは D クロードがそれらしい値をでっち上げてしまうことがあるので任意項目やヌル許可にするです。ないかもしれない情報は必須にしないのが鉄則でしたね。第4問。長時間同じセッションを続けていたら古い話を蒸し返したり存在しないファイルを参照するようになった。原因と対処は A モデルの学習データが古くなっているので最新版に更新すれば治る。 B 古い情報が混ざるコンテキストドリフトが原因。無関係な作業は新しいセッションに分けて防ぐ。 C セッションが壊れているので同じ会話のまま再起動すれば治る。 D よくある一時的な誤作動なのでそのまま様子を見ていれば自然に治る。答えは B 古い情報が混ざるコンテキストドリフトが原因で無関係な作業は新しいセッションに分けるのが対処法です。これがセッション衛星でしたね。第5問。プラグインをどんどん追加していたらあるメンバーの環境でだけ動かなくなった。何が起きやすい？ A 依存バージョンのズレや機能の重複で衝突する。 B プラグインは増えても衝突しない。 C プラグインはアカウント単位で同期されるので環境差は起きない。 D プラグインを入れると API 料金が上がる。答えは A 依存バージョンのズレや機能の重複で衝突するです。必要なものだけに絞りバージョンを揃えておくのが基本でしたね。第6問。クロード呼び出しを同期処理で実装したら1人の待ち時間で他の全員のリクエストまで詰まった。防ぐには A マックストークン数を増やす。 B タイムアウトを短く設定して待ち時間そのものを減らす。 C モデルを変える。 D 非同期で実装し待っている間も他の処理を進められるようにする。答えは D 非同期で実装し待っている間も他の処理を進められるようにするです。タイムアウトを短くするだけでは失敗が早く返るだけで根本解決にはなりません。 Async Await のような書き方でしたね。第7問。在庫を削除する処理を情報を取得するための GET で作ってしまい社内の巡回プログラムがリンクを開いただけで在庫データが次々消えてしまった。何が問題だった？ A GET はポストより遅いので処理が重複した。 B 取得は GET 変更削除はポストなど操作の意味に応じた HTTP メソッドを使い分けていなかった。 C JSON ではなく XML を使うべきだった。 D 巡回プログラムのバグなので API 側に問題はない。答えは B 取得は GET 変更削除はポストなど操作の意味に応じた HTTP メソッドを使い分けていなかったです。REST API の基本的な作法でしたね。第8問。確認なしにメインブランチへ直接書き込んで本番が壊れてしまった。防ぐには A コミットメッセージを詳しく書けば直接書き込みでも安全。 B コミットをまとめて一つにする。 C 変更をブランチに分け意味のある単位でコミットしてから合流させる。 D テストを省略して早く出す。
答えは C、変更をブランチに分け意味のある単位でコミットしてから合流させるです。それだけでいざという時戻せます。第9問。一人で場当たり的な修正を積み重ねた結果、誰も構造を把握できないコードになった。防ぐには A、小さな修正は影響も小さいのでレビューを省いてスピードを優先する。 B、コードレビューを通し必要に応じて小さく、時には大きくリファクトリングする。 C、静的解析ツールを導入すれば人によるコードレビューは不要になる。 D、歪みが気にならなくなるまでそのまま修正を積み重ねていく。答えは B、コードレビューを通し必要に応じて小さく、時には大きくリファクトリングするです。そしてこれを SDLC のどの段階に組み込むかも意識してみてください。第2回設計と運用編はここまでです。次回は設定と要件編 CLAUD.MD の階層構造や要件を正しく聞き取る話です。おやすみなさい。また明日の夜の森で。皆様こんにちは、みさきです。私は毎日ポポと一緒に EC の現場で AI を使って仕事をしています。このチャンネルでは忙しいあなたの代わりにポポが AI 情報を選んでお届けします。明日の仕事で AI を使いたい、AI を基礎から学びたい、AI 試験に合格したい、そんなあなたをアシストします。チャンネル登録、いいねボタンぜひお願いします。それではまた。